M さん。ちょっと今日お休みだと思うんですけど、自分の天職とは、この年になってもまだ悩んでおりますと。もともと自分の転職癖が悩みで、最近先生術を学び始めて、ロックハウスに天王星があるから、自分は同じ仕事に長くつけないのだと愕然とし、先生術になおさらハマっております。で、お聞きしたいのは、自分のチャートは占い師に向いているのか否か。霊感はありません。自分の第六感なのは、第六感みたいなのは信じていますが、今までも他の方から聞かれている質問かもしれませんが、ぜひ平さんの意見を聞かせてくださいということで、はい、これもね、多いなって思うので、ちょっと取り上げてみました。占い師に向いてるか否か、私、なんて答えると思う？私の性格上、向いてなくてもやりたかったらやってっていうことなんですよね。向いてなくても好きにやってっていう感じなんですけど、だってそっちの能力になんか作っていけるから、好きなことっていうのは絶対その元々の何かしらのネタがあるから、向いてます、向いてませんっていうのは誰の判断なんですかっていうことじゃないですか。だってそれはもう本当にいろんな人が言うでしょう。前言ったけど私、アンジェラ・アキさんのことたまに私は思い出すんですけど、でもあの人結構20代後半ぐらいでブレイクしたけど、その時に、いや、あなたの声は無理みたいなこと言われて、ってすごい落ち込んだっていう話を聞いて、でもブレイクしてるやんって。じゃああなたの声無理って言った人の判断正しかったんっていうことになるじゃないですか。なので、そんな、例えばあなたはこれが向いてます、向いてませんっていうのは誰の判断っていうことでね、その判断間違ってるかもしれませんよねっていうところで自分がやりたかったらやったらいいなんですけど、まあ、ここは一つ、このチャートから本当に、じゃあ先生術、占い師、向いてるかどうかっていう理由を探してみましょう。この中から。もういっぱいあるけどね、私の中には、その向いてると思う要素は。皆さんも見つけられますか？どういうところが向いてると思う？こういうところは、なんか占い師として使えるんじゃないか。みたいなところ、めっちゃいっぱいあるけど、私から見たら。皆さんもよかったらチャットに変えてみてもらえますか？火星サソリ。うん。それだけでもいいよね。月、冥王星、コンジャンクションでサソリ。この辺ね。この辺もいいよね。もうサソリ座がいっぱいっていうだけで、占い師向いてるって言えるしね。そしてましてや MC が魚座。そう、これも言える。そう、水星と海王星のトワイン。素晴らしい。これはすごく使えるところ。水星と海王星のトライン。これね。これはね、カウンセラーとかに向いてるってすごく言われますね。ちなみに私も持ってんねんけど。水星と海王星のトライン。あと、そうそう、ディセンダントに海王星。これもいけます。これって、なんか、一見なんか、ディセンダントに海王星があったら、なんか、混乱とか、なんかその犠牲的とかっていうふうに思われるかもしれないけど、人に対して同調できるっていうふうに使えますよね。この海王星は。ディセンダントにあると。ということは、鑑定とか占い師っていうのは絶対同調が必要だから、それはすごく使える。で、その同調した上で、この彗星のね、トラインっていうところで、話をしてあげれるとかね。それはすごく使える。冥王星と海王星がスピリチュアルに関心があり、水のグランドトラインがあるので、共感力もあり、向いてると思う。皆さん、素晴らしい見解じゃないですか。これを聞いてる M さんは聞いてらっしゃるでしょうか？今日休みやねんけど。あの、後で動画を見てねっていう感じで。そう、いっぱいあるんですよ。本当に。そうそう。そのグランドトラインっていうのは、このアセンダントとか、ここをもうグランドトラインとしちゃってね、みたいな感じ。MC が魚座でね、水の星座だから、まあ、それとアセンダント水だし、この自分のね、水の要素を使ってできるよってことなんです。ただ、ご本人はもしかしたら、お牛座のエネルギーの方をもし意識してるとしたら、どうやろうって思うかもしれないけど、いや、もうまずこれ、全然使えるよっていうことだし、他の人よりも強いよねって思うしね。その直感力とか。アセンダント患者でも面倒よく見てくれそうでいいと思う。うんうん。優しそうな雰囲気とか、人に与える印象もいいと思いますよ。
そしてドラゴンヘッドが12ハウスなの。これもいいよね。議論もあって12ハウスなの。これはやっぱり奉仕とか、そういう見えない世界のことをじゃあ携わりますっていうのもいいってことです。こんな風に、どこにその要素があるかなっていうふうに見たら、いろんなとこが見えてくるよね。今見たところ、皆さんが書いてくださった、このチャットに書いてくださったことを全部当てはまってる。そのうちの一つだけでもいい。それを信じてやったらいいし、ちょっとここに書いてある、ログハウスに天王星があるから自分は同じ仕事に長くつけないっていう思い込みなんですけど、これちょっと解説させていただきますとね、そうそう、占い師決定やね。こんだけみんなに占い師いいって言われたら、もうやらなしゃあないみたいな感じになって。いや、でもすぐできるから、そんなにすぐできると思う。まず一つは、ちょっと話飛ぶように思うかもしれないけどね、MC で見る理想の世界っていうのがあるんですよ。これは天職を見るときによく使います。で、またこれはね、天職の見方っていうのを別枠でやろうと思ってます。恋愛とか結婚の見方とか、転職の見方っていうのは本当によく聞かれることだから、これはまた別でやろうと思ってるんですけど、ここではもう超簡単に見れるとこだけ。MC の星座だけで見たらどうなんって言ったら、MC 魚座じゃないですか。で、魚座の MC どういうことって言ったら、これテキスト2に書いてることなんですけど、自分の社会をまず自分で認識しにくい。情に流されやすい。何が自分の理想なのかが分かりにくいってことね。ただ、芸術関係の仕事とか、奉仕的な仕事もいいし、福祉も子ども関係も、老人関係も、病人に関する仕事も、お酒や何かそういうね、石油、液体、芸術に関したこと、事前事業、何でもいいです。サービス業もいいし、ダンサーでもいいし、カメラマンでもいいし、占い師でもいいです。要するに、水の感性を使うものであればいいっていうことと、もう一つ特徴として言うと、MC が魚座っていうのは、その自分の理想の世界、理想とするものが感性でできてますよってことなんです。自分の理想とするものは物質じゃないですよってことなんです。自分の理想とするものが、もしくは自分がいる環境が感性的に、感性ね、満たされてないと嫌になるってことなんです。そこで働いてる人たちの人間関係が悪かったら、もう速攻やめると思う。なんでそこにそんなギスギスした中にいるの嫌やって多分なると思うし、ありがちなケースとしては、すごくお給料が安いんだけど、そこで働いてる人たちがみんないい人でとかやったらもう絶対辞めれないみたいな。ずっとここで働くみたいになったりとか、そういう感覚や感性が満たされてたら OK なんですね。それと、さっき言ったそのログハウスに天王星がね、あるから、コロコロ仕事を辞めるんじゃないかっていうことなんですけども、もともとね、この10ハウス、自分の理想とする世界は感性なんだっていうことと、プラスもう一つ、この方の場合、11ハウスに星が固まってますね。パーソナルが3つも入ってる。しかもインターセプトもしている。ということは、ここで行きたいって思ってるんですよ。11ハウスで行きたいってどういうことって思った時に、自分は常に成長していたいって思うタイプなんです。少しでも、なんていうのかな、去年の自分より成長した自分でありたいし、いつも人生には希望を持っていたいし、夢を追いかけたいしっていうようなタイプじゃないかなと思うんです。で、それがこの MC の講座でも出ている。夢を見る。自分の理想の世界はどこかにあるかもしれないみたいなね。で、それで言うと、ロックハウスっていうのは現実なんですよ。現実世界。その現実世界は、いて座がルールしてるっていうことは、前向きなんですね、基本。日常生活は前向きに生きたいっていう思っているはずなんですけど、もし日常生活、自分が働いている社会が面白くないとか、なんかそこで学ぶことがないなって思ったら、多分すぐ辞めたくなるんちゃうかなと思うんです。だから本人は仕事をコロコロ変えるっていうふうに言うけど、多分そこで自分が得られるものがない、ここで私は成長しないと思ったら、もう次行きましょうってなるのは、自己成長の傾向っていうことなんですね。
仕事ができないから辞めます。我慢が足りないから辞めますではなくて、自分はもっと成長したいとどこかで願っている。自分をもっと良くしたいと思っている。その中で今この場所はもう違うと思ったら次行くでしょうっていうのが、このチャートに出てるかなと思ったんです。で、その終身雇用制みたいなのがもうかなり崩れてきてるけど、終身雇用制は向かないっていうことですから、この方には。もうどんどん変えていろんな世界を体験しました。こんな世界を体験しましたっていうのが自分の成長につながるってことなんです。そして、これね、なんかこの強いこだわりっていうか、強い集中力を使って仕事にできるはず。これは何かしら。自分の深い感性、それを使って。ここがなんかこう、自分のこだわりと、未来を見ていく力とこだわりとっていうのがなんか自分の中で相反しているように感じるかもしれないけど、ここは使える要素ですからね。ただ、もしかしたら火星と土星がコンジャンクションしてるから、火星っていうのは頑張るっていうその努力とか、めちゃめちゃ強いんですけど、火星のサソリ座って。土星がギュッて、またね、ここで制限してたり、この月のやりたいとか、自分が思うことって、月と冥王星コンジャンクションしてるだけでめちゃめちゃ強いんですけど、またサソリ座でね。で、これもまた土星が、それでいいんかみたいな感じで、ギュッとくるから、本当にこの土星を、この方も解放していかないといけない。味方につけなきゃいけない、土星を。どうやってって言った時にいろんな要素を自分で認識しながら一つずつ変えていくってことです。いつブレーキがかかるのか、いつ自分がそのことに対して不安に思うのかを、自分の癖を自分で知っていかないとダメです。これは。単に、はい、あなたはこれ向いてますよ。はい、できますよ。やってくださいねって言っても、自分をブレーキかけてるのは自分しかいないから、その自分をブレーキかけてる自分の正体は何っていうところを、土星を見ながら研究していくっていうか、正体を暴いていくってことです。OK でしょうか。すいません、気づいたら12時過ぎてた。ここまでで何か最後に質問、このチャートでも何か質問したいことある方いらっしゃいますか？チャットでもいいですよ。はい。皆さんいかがでしたでしょうか。他にもちょっとやりたいこといっぱいあったんですけど、また次回にしたいと思います。